ちゃいルアーに大きい魚が食ってくるっていうシチュエーションが多々あるんですよ。これ10-0のオフセットフック。でかい。硬いこれ。本当にスプリット硬いこれ。はい、前回の撮影でタマ釣りましたね。ベスパー、全くこれと同じセッティングです。はい。僕の自己記録のマングローブジャックはこっちで釣ってます。こんなの辛いの。こういう太軸。シャドーテールを無理やりダートさせて使うこともできます。じゃあ実際にちょっとルアーの使う。Fishing Guild Wild Folk。 フィッシングギャングの勝利です。ゆりです。太一です。はい、たくさんのフックが今並んでます。こういう沖縄で使ってる、いつも普段使いで使ってるようなルアーたちが並んでるんですけど、沖縄ってフックの選定が非常に難しいです。全部ドンピシャで当てはまっているフックがあるとあるメーカーがあります。そのメーカーを今日は深掘ってご紹介したいと思います。そのメーカーは。そのメーカーとは見えますかね。はい、見えてます。はい、ほつれてます。一緒に戦ってきたんで、はい、デコイさんですね。デコイさんはですね、他にないようなニッチなラインナップが非常に豊富に取り揃えられています。そのニッチな部分っていうのが一つ一つ沖縄の釣りにベストマッチするような針っていうのが数多くあるんで、それを取り揃えてみたので全部まとめてご紹介したいと思います。沖縄で釣りをしてて一度は経験したことがあると思うんですけど、ちっちゃいルアーに大きい魚が食ってくるっていうシチュエーションが多々あるんですよ。じゃあそこでデコイのちっちゃいフックでも強度が強いっていうのがニッチな釣り、まあそういったものに刺さってくるっていう感じですね。例えばこの YS25S だと、これはワイドゲームでショートシャンクなんですよ。でショートシャンクっていうことはフックのサイズに対して軸が短いんで、ここからここまでが短いんで、小さいルアーに、例えば普段14番を乗せないといけないこういう小型のルアーに12番を乗せることができる、ワンサイズ大きいフックを乗せることができるっていう意味で、このワイドゲームのショートシャンクのメリットっていうのが沖縄では計り知れないかなと思いますね。例えばですけど、こういう10-0のオフセットフック、でかい。しかもウェイデッドフック、スイミングで使える10-0のフックとか、普通のメーカーというか他にないようなこういう企画、この製品の企画っていうのがいっぱいあります。こういうところが沖縄でもマッチするところが多くてですね、よく選んで使っているメーカーになります。これらのデコイさんのフックを今からセットして紹介しながら説明していきたいと思います。ライトゲーム、ミドルゲーム、あとはビッグゲーム、あとはニッチゲーム分けて紹介していきたいと思います。沖縄のライトゲームに適したデコイさんの針を紹介します。ライトゲームでよく対応するフックがこちらの2つですね。トレベルで YS25S と YF33B、 この2つをよく使うんですが、こっちはワイドゲームのカーブポイント、こっちは割とラウンドベントのストレートポイントのフックになります。この2つを使い分けながらライトゲームで釣りしていくことが多いです。僕はトップにはこのカーブポイントの YS25S を使うことが多いです。僕の親指よりちっちゃいそうなんですけど、この関節ぐらいのサイズのルアーにマッチする16番っていうサイズ、16番っていうサイズ自体ちょっと珍しかったりとかあんまりなかったりするんですが、いいんですけど、カーブポイントなので刺さりはいいんですけど、軸はそこそこ太いので曲がらずにちょっと大型の魚でもキャッチしやすいかなと思います。 YS25S16 番、これ指太いの勢いですね。こんなのね、器用なのよ。すごい。こんなのあと5年もできないもん。老眼で。老眼だよもう。OK、合ってるか。OK、16番ですね。
16ワイドゲームカードポイントちっちゃい。ちっちゃいよ。指に見せてほしい。小指でいきます小指サイズすごい。小指サイズちっちゃい。これでも全然30センチぐらいのメッキとか取り込めますね。マッチヌでも問題なく。結構このフックも沖縄では普段から愛用している人多いと思います。チヌで使ってる人が多い印象を受けるフックですね。OK。はい。どうでしょうか。すごい。こんな感じです。16番。16番。ペンと比べてもこのサイズ。さっきも軽く説明したんですけど、これ今16番載せてて、まあドンピシャかなってサイズ感なんですが、このワイドゲームショートシャンクの恩恵で、この14番、ワンサイズ上げた14番とかのフックも載せることができます。それで泳ぐルアーであれば、もうこういうベイトを大型が変色してる時とかっていうのはこうワンサイズ上げて使ったりとか、そういうことができるのがこのフックの強みです。はい。硬いこれ。すごいですよ。すごい。ここだね。使えますか。使えますか。ここが違うね。ここが違う。ここが違いますね。ここから違いますね。もうなんか硬すぎて手汗かいてきた。前回が多分ユーゴイの動画で YS25S の方を使ってたんですけど、ここはもうさらにもっと強化されたフックですね。チヌとか、ユーゴイよりもさらに引きの強い魚に対応していけるかなと。本当にスプリットがないこれ。絶対伸びないと思う。ライトワームの針を紹介していきます。まずはジグヘッドです。チヌヘッド SV30。ジグヘッドの場合は沖縄で言ったらシラスベイトのパターンで、大きい白ガーラとかがかかるときにこういう太軸で強いジグヘッドが必要になります。太軸、めっちゃ太い。これを松田さんこのくらいだね。太軸。はい。わあ、すごい、なんかベストフィット。こんだけゲームも広いとあれですね、森平とかでも使いやすそうですね。こいつもまた面白いジグヘッドです。デルタマジック SV51。こいつも長年沖縄で愛され続けるジグヘッドです。これがダート系のジグヘッドですね。マイクロワインド、しゃくったら横にピョン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 と飛ぶダートのアクションっていうのがメッキ狙いですごい効果を発揮したりします。メッキに限らず笛台とか、沖縄の魚はダートして落ちるっていうアクション好きな魚めちゃくちゃ多いんで、ライトゲームではもうめちゃくちゃ重宝する。もう他のルアーで全く釣れない時に一匹リアクションで引っ張ってこれるのがデルタマジックのとても強いところです。一回リグってみます。いたつった。もうこんな感じ。こういう元の頭の形がダートゲートというか、もうシャープなこれダートに特化した形なら、このシャドウテールを無理やりダートさせて使うこともできます。そっちだとピンテールを使うよりも波動が強く出るので、もう波動も出しながらアクション起動はダートっていうことができるのもこのジグヘッドの強みです。ダートの幅を大きくしたかったら尻尾ちぎったりとか、ピンテールのアームつけたりとかっていう工夫がいろいろできるんで、現場でいろんなことができて面白いっていうのもこのルアーの面白さです。続いてミドルゲーム用のフックの紹介をしていきたいと思います。リングで負けることはないと思ってもいいと思います。80ポンドですよ。やばいやばい。とんでもない。とんでもないですよ、とんでもない。開けれるかな。開けれるか。多分10番とかだったら開けきれんだろうね。トゲトゲしん。はい、前回の撮影でタマン釣りましたね、ベスパー。全くこれと同じセッティングです。T が釣れましたね、前回。超攻撃的な太軸のストレートポイントです。早合わせしてかけた
魚がまとわりついてる時に魚がこっちを向いてる状態の時にかけたいんでストレートでやってます。アングラー側に魚が向いてる時にじゃれついてるところをストレートポイントで絡め取るようにかけることによってなるほど、こういうことね。魚がこのアングラー側を向いてる時にかけてそこからパワーファイトできるっていうのはとっても利点大きくて、ここでスタートするかここでスタートするかっていう話なんですけど、ひったくられた後だと向こう向いてるじゃないですか。ここだと一気に 100% の力まで乗ってそのままドラグ出されてラインブレイクとかナショリーさんみたいなパターンになるんですけどファーストコンタクトでかけてます。あの時の球もファーストコンタクトでかけて、転んじゃって結局反転されてるんですけど、それまでは全く問題なく寄せてこれてるんで、このストレートポイントで速くかける太軸フックならではのメリットっていうのが、沖縄で一番必要になるパワーファイト。コンタクトから絶対主導権をこっちに渡さない、一方的に持っていくんで、反転されるのとされないので、全く別の引きになるんで、そこで抑え込めるんだったら太軸のパワーフック、反転されてもそう簡単には曲がらないということですね。さっきの YS81 はストレートポイントなんですが、同じくらいのサイズ感のフックで、これ10なんですけど、同じぐらいのサイズ感のラインナップがある針で、こっちはカーブポイント YS22、カーブポイントのメリットはバレづらさ。ストレートポイントと違って軽いフッキングでも懐まで入りやすい、で曲がってるんでバラシがストレートポイントに比べたら若干少なくなるっていうのでカーブポイント、これが向いている魚が勝利さんの得意なマンビカ、シーラですね。どうですか、シーラでプラグ。いいですよ。いいですね。いいですよ。普段は軸ですよね。普段軸でやるんですけど、一応去年、調光でプラグ使ってシーラ行ってみたんですけど、やっぱ魚の反応が全然違いますね、シーラの。周りがみんな、軸で、重い人で130とか、軽くて 60g からジグとか投げてるんですけど、ジグの動きとプラグの動きでやっぱ全然変わってくるので、ジグをメインでやられる方っていうか、シーラのメインの釣りがジグで、シングルフックをダブルつけたりとか、フロントと前後つけたりとかいう釣りなんですけど、プラグだとこういったトリプルになるんですけど、で何せエラーラインがすごい魚なので、やっぱこういった、カーボンポイントが入ってるのでバレにくい、懐にさせやすいっていう針だと、バレ防止、で乗りにくいんですよ。ミーカーって結構あいつらアグレッシブに食ってくるので、でそれもちゃんと拾ってくれるような、こっちが、ストレートポイントで、こっちがカーブポイント YS81 と YS22。河川のミドルゲームでワームで釣る方法があります。小型のスイムベイトとかそういうのでマングローブジャック、カースビーだったり、大うなりだったりっていうような中型から大型になるようなターゲットを狙うときにスイムベイトで狙うのにおすすめなのがこのウェイテッドリグ、ウェイトのついたオフセットフック。こっちは通常のオフセットタイプ、こっちがこのスクリューで止めるスクリューロックのタイプのオフセットフックって感じですね。使い分けとしてはこっちの方が針先が出づらいので根がかりはしにくいと。ただこっちの方が、自由度が高いんでフッキング率は基本的には高いということですね。バレットシンカーとかそういうもういらないっていう。いらないです。これにそのまま、シャドウテールとかのスイムベイトをつけて、そのまま巻きでもう通常のトレブルのついたスイムベイトとかと同じようにこれだけで使えるっていう優れものです。実際にどっちもよく使ってて、僕の自己記録のマングローブジャックはこっちで釣ってます。おお。すげえ。何センチですか？60なんだったっけ？60ちょっとです。でかい。動いてないし、60とかです。スイッチャーをじゃあ実際につけていきたいと思います。これでここにシンカーが入っているので付け方が独特です。こちらの針の方で穴を開けます。こっちで最初に貫通して通る穴を作っておきます。でこここう入れる感じですね。
あ綺麗。こういう形でちょっとちょっとこれ楽でいいっすね。楽ですね。シンカーもシンカー好きで備え付きなので、めちゃくちゃ使い勝手もいいと思います。巻きも使えてリフト&フォールもできてトップでバージングできてできないことがないんでぶっちゃけこれ1個でいいんじゃねえのって思っちゃうところもあったりするぐらい。これまたちょっと違う種類のロックフィッシュリミテッド太軸のオフセットのフックになってます。ビッグゲームの中でも、リバー GT とかリバーシャークで必要になってくるのがこれですね。 YS の82の30。結構でかいんじゃねでかはいでかいんじゃねって思う方もいると思うんですけど、まあ、リバーとかリバー GT で使うルアーのサイズがもうこのサイズになってます。いくらリバーといっても GT とかサメ引きの強い、まあ、生き物魚にはなってくるので、まあ、これぐらい極太で強度のあるフックが重要になってます。でストレート刺さり重視ですね。肉食の魚ってやっぱ結構バイトがすごいんですよ。ドーンって食ってくるのでそれにちゃんと刺さるフッキングができるようなこのストレート重要です。スプリットリング EX パワーファイト対応の太軸です。カースビールも拾えますね。これでガーンって当たるだけの当たりも多いんですけどそれでもフックアップさせてくれるのはストレートポイントの方が確率高い感じは今としてますね。でもでかいのが来てもでかいのが来ても対応しつつ小物も若干拾いやすくなるっていう、はい、入りがつきました。こんな感じですね。こんなって見ると全然30でもちっちゃいような感じもしますけど、必要ですね。 GT とかサメもう何十キロってなる魚を相手にするんだったらこれぐらいないと安心は持てないですね。安心安全。続いては沖縄といえば、はい、GT キャスティング、こっちはリバーじゃなくて海での GT キャスティング。ボートでもオフショアでも基本的には針はそんなに変わりません。その中でもですね、はい、じゃじゃーん、コッツアナゼロ、ビッグトレベル YS23、よく使うサイズ感これぐらいですかね。トレブルだと GT キャスティングでカーブポイントのメリットっていうとこれプラなんですけどウッドのプラグとかってガサッときつくこういうフックサークルができます。でウッドのルアーだとここがだんだん削れていってそこから浸水っていうことが起こったりするんですけどそういうのがカーブポイントだと割と少ないっていうのがメリットになります。でもう一つシングルっていうのもありましてこっちはシングルフック、こっちはもう好みで使い分けてもらえたら一番いいのかなと思うんですけどシングルのメリットとして魚へのダメージの少なさっていうのが一つ挙げられますかね。でなおかつかかったらバレづらいっていうのがメリットですね。これはヘビーミノーでシンキングプラグなんでショアでやる場合は根がかりとかそういうのも防止するっていう意味ではシングルフックを使って釣りをする方も結構いらっしゃいます。こっちはアシストタイプでこっちは、普通のアシストじゃないシングルフックのタイプですね。基本は磯で僕はやるのでこれはバーブ付き返しが付いてるタイプなんですけど、ボートに乗る方とかはこういうペンチとか結構ごついプライヤーバイスとかそういうので簡単に返しは潰せるのでボートに乗る方はバーブを潰すっていうレギュレーションはしっかり守って釣りをしてください。こいつはスプリットリングヘビークラスの10番ですね。ポンドクラスで250ポンド。スプリットリングが通しやすいように細くなっている部分があるんでそこから入れるとスプリットリングの変形を防止しやすいと思います。波のリングだとこの時に隙間が大きく開いたりするんですけど隙間が開くこともないですね。完璧。これならバラさないですね。ニッチな釣りの話をします。デコイさんでいうニッチな釣りは10-0。すごい。もうここからはロマンの話です。7インチの。すげえ。こんなの釣れんのって思いの方もいると思うんですけど、
まあ、でも正味カースビーとかミーバイとかで大うなぎとかだったら全然可能性はゼロではないんですよ。まあ本当にロマンの釣りですね。こういったもので使うのがバカでかい針です。すごい。カースビーとかミーバイとかもなんですけど結構口でかいんですよ。カースビーだったらこのサイズだと60超えてこないと多分乗りはしないんですけど、ミーバイだったら全然50から乗ってくると思います。ショートをして切れそう。 OK、 こう通してこういう感じですね。わあ、ちょっとバカがちっちゃい感もあるぐらいの。このサイズですクソでかいです。ちょっとこれジャパンですか？ジャパンで使いますこれ。沖縄がいいんじゃん。沖縄で、海外じゃなくて沖縄でまた一つニッチな釣りの話なんですけど、これも、まあ、沖縄では結構メジャーな、メジャー、まあ、やる人はやる。まあでも誰しもが一度は釣ってみたいなとか話は聞いたことあるような釣りなんですけど、まあ、こちらのシングルフックを使ってやる釣りなんですけど、じゃあ実際にちょっとルアーの方をつけていきたいと思います。はい。じゃあルアーがこちらです。何ですかこれ？これ何ですか？何ですか？何ですか？唐揚げです。しかもなんか1個だけみんなで食べました。まあ付け方が最初ですね、ここの方をちょっとつけます。あ、付け方あるんですか？あるある、こうつけて、こう折り返すんです。でこうつける。あ、縫い出し。こうそうそう縫い出し。ああ、なるほど。こういう感じです。なるほど。そうそうそう。こうすると完璧ですね。で餌持ちも良いです。じゃあ実際にちょっと捕食がどういう感じで行われるか、つなぎで使う仕掛けです。じゃあルアーをキャストしました。あ、ポール落ちた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 という感じでピエッと硬い。あ、取られちゃいましたね。あ、ダメですね、これ針外れしました。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。